私たち夢のマイホームを建てることにしたのよ。すごいでしょう。うちは負け組のあんたと違って裕福だからね。マイホームと聞いて私は驚いたが、弟嫁は饒舌に語り続けた。もうすぐマイホームが完成するけど、新築祝いにあんたは呼ばないから。せっかくの夢のマイホームなのに、負け組の貧乏神に取りつかれたら迷惑だもの。それとね、いい機会だから私たち夫婦とついでに主人の両親もニートのあんたと縁を切ることにしたのよ。わかりました。私が答えると、彼女は満足そうに帰っていった。私は優香、33歳。結婚して2年目の兼業主婦だ。在宅で仕事をしながら、5つ上の夫と郊外にある賃貸マンションで2人で生活をしていた。夫とは友人の紹介で知り合った。夫は争いを好まない穏やかな性格で、常に自分よりも他人を優先していた。私は夫の優しいところに惹かれていたが、同時に心配もしていた。結婚して半年ほど経った頃、夫は職場の人間関係が原因で精神を病んで退職してしまった。今は社会復帰に向けて工場で週3日ほどアルバイトをしている。義家族も私たちのことを理解してくれて、あまり干渉せず温かく見守っていてくれた。大変なことも多いが、2人で支え合って日々穏やかに生活していた。しかし最近私はある人物に頭を悩ませていた。それは私の年子の弟、健吾の妻、まなみさんだ。私の父は会社を経営していたが、昨年引退し、健吾に社長の座を譲った。その頃からまなみさんは、自分は勝ち組の社長夫人、夫の姉は負け組の貧しいニートと私をバカにして嘲笑うようになった。私はニートではなく在宅で仕事をしていると何度も伝えたが、彼女は理解しようとはしなかった。そのことを健吾や両親にたびたび相談していたが、彼らがまなみさんを咎めている様子はなかった。幼い頃から私はお姉ちゃんなんだから我慢しなさいと断るごとに言われ、家族の中で冷遇されて育ってきたので、私は半ば諦めていた。ある日午後1時からリモートで打ち合わせをする予定だったので、朝夫を送り出した後、私は準備に追われていた。昼食をとり一息ついていると、ピンポーンと玄関からチャイムが鳴った。その後も間を置かず何度も連打しているようで、けたたましくチャイムが鳴り響いた。私は嫌な予感を感じながらモニターを確認すると、そこにはまなみさんが腕を組んで仁王立ちしている姿が映し出されていた。まなみさん、何の連絡もなしにいきなり訪ねて来られても困ります。これから打ち合わせがあるので失礼しますね。私がそう言うと、彼女はドアノブをガチャガチャ回しながら大声でまくし立てた。はあ？社長夫人であるこの私がわざわざ会いに来てあげたのに、
家に上がらせないってひどいじゃない。嫁に行った後も健吾や両親に生活費を援助してもらってるんでしょ。夫はアルバイターで、妻はニートで引きこもりの貧しい夫婦だもの。それなのに仕事だなんてデタラメを言って私を追い返そうとするなんて、あんた一体何様のつもり？早くここを開けなさいよ。私はまなみさんの勝手な言い分に苛立ちを覚えながら淡々と言い返した。ですから私は在宅で仕事をしているので、いらっしゃる時は前もってご連絡していただかないと困ります。それに健吾や両親から一切援助は受けていません。私たちの生活は私たちの稼ぎできちんと賄っています。これから打ち合わせがあるので、まなみさんのお相手はできません。するとまなみさんは激高した様子で怒鳴りつけてきた。打ち合わせとか言ってるけど、どうせゲームでもして時間を無駄に潰すだけでしょ。嘘をついて取り繕ったって、あんたが引きこもりのニートだってことはバレてるんだから、正直になりなさいよ。いい年してみっともないわよ。それに健吾が社長になった時にお父さんからお金をたくさんもらっているでしょ。隠したって無駄よ。私健吾から聞いてるから。ちらりと時計を見やると、時刻は12時50分を示していた。健吾から何を聞いたのかは知りませんが、私は父からお金をもらっていませんし、生活費の援助も受けていません。これ以上騒ぐなら警察に通報します。私がそう言うと、まなみさんは、社長夫人の私を通報するですって？ふざけんじゃないわよ。義理とはいえ妹に対してずいぶんひどい仕打ちをするのね。このことは健吾にもお父さんにも言っておくから。あんたたちが困窮して助けてくれって頼んできても、もう誰も相手にしないわよ。と捨て台詞を吐いて帰っていった。私はぐったりとしながら自室に向かった。その日の夜、夫が入浴中、ぼんやりとテレビを見ていると、不意にスマホが鳴った。画面を確認すると、それは健吾からの着信だった。きっとまなみさんが昼間のことを告げ口したのだろう。私は憂鬱な気持ちで電話に出ると、健吾は大きな声で怒鳴りつけてきた。ちょっと姉ちゃん、何考えてるんだよ。まなみがせっかく会いに行ってやったのに通報するとか性格悪すぎだろ。お父さんからお金をもらってるくせにってめちゃくちゃ怒ってるぞ。私はため息を漏らしながら反論をした。はあ、勘弁してよ。まなみさんたら私がニートでお父さんやあなたから援助を受けてるって勘違いしてるのよ。在宅で仕事してるって何回言っても理解してくれないし、健吾からもきちんと説明しておいてよ。それに健吾が社長になった時に私が大金もらってたって言っていたけど、そのお金って私がお父さんに貸していたお金を返してもらっただけだよね。私が言い返すと、健吾はこともなげにこう言った。今話してるのはそんなことじゃないだろ。まなみは姉ちゃんたちのことは心配して気にかけてくれてるんだから、妹だと思ってもっと優しくしてやってくれよ。まなみさんたら私や夫のことを負け組だっていつもこき下ろすのよ。
だから私がきちんと仕事をしていて援助は一切受けていないことを健吾から言っておいてくれる？あとお願いだからこちらに来るときは事前に連絡してほしいの。今日みたいにいきなり訪ねてこられても対応できないし困るのよ。なんだか話が噛み合わなくて苛立ちを覚えたが、努めて冷静に告げた。すると健吾はあっけらかんとした様子でこう言った。そんなことより再来週の日曜日のお昼から実家で親父のバースデーパーティーやるから姉ちゃんも来てくれよ。俺たちから大事なお知らせもあるんだ。料理はまなみが用意するから姉ちゃんはケーキ担当な。親父の誕生日なんだからとびっきり豪華なやつを頼むよ。じゃまたな。健吾はそう言うとこちらの返事も聞かずに電話を切ってしまった。私は疲労感を覚え長いため息を漏らした。1週間後、私は自室にこもり仕事に精を出していた。集中して作業をしているとスマホが鳴ったので確認するとまなみさんからの着信だった。もしもし？私が電話に出ると彼女は上機嫌な様子で語り出した。お姉さん、今ショッピングに来てるんだけど、すっごく美味しそうなケーキ屋さんを見つけたのよ。メールで情報を送るから、お父さんのバースデーパーティーにここの一番豪華なケーキを持ってきてね。似た者夫婦なのか、まなみさんもこちらの返事を聞かずに電話を切ってしまった。スマホを確認するとまなみさんからメールが1件届いていて、本文にはウェブアドレスだけが記載されていた。そのアドレスをタップするとある洋菓子店のホームページに飛んだので、私はそこで一番豪華なケーキを注文した。そしてバースデーパーティー当日、夫は前々から予定があったので、私は一人で実家に向かった。洋菓子店で受け取ったケーキを抱えながら実家のインターホンを鳴らしたが応答がなかった。不審に思い観察してみると人の気配が全くなく、どうやら留守のようだ。私は健吾に連絡をしたがつながらなかったので気は進まなかったが、まなみさんに電話をかけた。数回コール音が鳴った後、電話に出た彼女はもぐもぐと何かを口に含んでいる様子だった。もしもし、なんかご用？今日実家で父のバースデーパーティーをするんですよね。先日まなみさんに言われたケーキを持参して今実家にいるんですけど。私がそう伝えるとまなみさんは楽しそうな声色でこう言った。そう、楽しみだわ。私たち今お寿司屋さんに来ているのよ。回らないお寿司ってとっても美味しいのね。それはそうと、あんた合鍵持ってたわよね。食べ終わったらそっちに行くから、ケーキは冷蔵庫に入れてちょっと待っててよ。帰ったらみんなで食べるから。電話の向こうからは両親や健吾の楽しそうな笑い声が響いていた。私はうんざりしながらまなみさんに尋ねた。何時頃になりそうですか？この後用事があるので3時には帰らないといけないんです。そんなのわかんないわよ。お寿司が美味しすぎてみんなテンション上がってるから。じゃあ後でね。まなみさんはそう言うと電話を切ってしまった。私はため息を漏らすと
合鍵を使って実家に入り、冷蔵庫にケーキをしまい、シーンと静まり返った部屋でしばらくぼんやりと過ごしていた。リビングに飾られている写真は健吾が写っているものばかりで、私の写真は一枚もない。私は実家で過ごした日々を思い出し、虚しさがこみ上げてきた。結局3時を過ぎても誰も来なかったので、私は父への誕生日プレゼントをテーブルに置き、戸締まりを確認してから足早に実家を後にした。翌朝、いつも通り夫を送り出し、自室で仕事をしていると、玄関からけたたましいチャイムの音が鳴り響いた。私はうんざりしながらモニターを確認すると、ニヤニヤと意地の悪い笑みを浮かべたまなみさんの姿があった。はい。私が応対すると、彼女はこんなことを言ってきた。せっかくお父さんのバースデーパーティーだったのに、先に帰っちゃうなんてずいぶん薄情なのね。お父さん、もうあんたのことなんかどうでもいいって呆れてたわよ。あんたが置いていったプレゼントもどうせ大したものじゃないからって封も開けずにゴミ箱に捨ててたし。私、3時には帰らないといけないって伝えましたよね。私が言うと、彼女はわざとらしくため息を漏らしながら言った。はあ、まあいいわ。あんたとはもう縁が切れるから。どういうことですか？私が尋ねると、まなみさんはこちらを蔑んだ様子で語り出した。私たち夢のマイホームを建てることにしたのよ。お父さんも3000万援助してくれるらしいし、それと私たち夫婦の貯金を合わせればキャッシュで買えるの。すごいでしょ？うちは負け組のあんたと違って裕福だからね。マイホームと聞いて私は驚いたが、画面の向こうのまなみさんは饒舌に語り続けた。マイホームが完成しても新築祝いにあんたは呼ばないから。せっかくの夢のマイホームなのに負け組の貧乏神に取りつかれたら迷惑だもの。それとね、いい機会だから私たち夫婦とついでに健吾の両親もニートのあんたと縁を切ることにしたのよ。本気なんですね。私が確認するように尋ねると、彼女はこちらを見下した様子でこう言い放った。当たり前じゃない。だからこれからは私たちや両親を当てにしないで、きちんと働いてまっとうに生きていかなきゃダメよ。あんたたちが困ったって誰も手助けなんかしないんだから、もう二度と会うこともないでしょうね。さようなら。わかりました。私が答えると、まなみさんは満足そうに帰っていった。2ヶ月後、私が玄関のドアを開けると、血相を変えたまなみさんが飛び込んできた。ちょっと、あんた、一体何をしたのよ。私たちの夢のマイホーム建てられなくなっちゃったって。土地も契約して夫婦の貯金をすべて使って前金も払っているのに、健吾に聞いたら姉ちゃんに聞いてくれって言うし、新築祝いに呼ばないとか縁を切るって言ったから当てつけで何か意地悪したんでしょ。絶対に許さないんだから。髪を振り乱しながらまくし立てるまなみさんに、私はあっけに取られたが、気を取り直して淡々と答えた。私は何もしていませんよ。
ただ単に父がお金を出せなくなっただけでしょう。3000万もの大金を今の父が出せるとは思えませんから。きっと借金してなんとか工面しようと思ってたんでしょうね。なんでそうなるのよ。借金なんかする必要ないでしょ。引退したとはいえ元社長なんだから、お金はたくさん持ってるはずよ。まなみさんは顔を真っ赤にして反論してきたが、私は涼しい顔で答えた。まなみさん、何もご存じないんですね。健吾に聞いてないんですか？うちの会社、父の代から経営難に陥っていて、そのまま健吾が後を継いだんですよ。健吾の代になっても赤字が続いていて、資金繰りに苦労しているみたいですね。結構な金額の負債もあって、一時は倒産する寸前だったんですけど、私がお金を貸したので、なんとか持ちこたえてましたね。私がそう言うと、まなみさんは混乱した様子で言ってきた。そんな経営難のことなんて私聞いてないわ。それに3000万の援助の話はお父さんの方から申し出てくれたのよ。プライドの高い人だから虚勢を張ったんじゃないですか。大方借金をして3000万をあなたたちに渡した後、私からの仕送りでコツコツ返済するつもりだったんでしょう。毎月20万仕送りしていましたから。私が淡々と告げると、まなみさんはとても驚いた様子で目を見開いてみせた。私はそんな彼女の顔をまじまじと見つめながら事実を突きつけた。まなみさんは私が援助してもらってるって思い込んでたみたいですけど、私が援助してあげていたんです。厳しい経営状態の会社を立て直すのは困難を極めるでしょうし、将来的に両親の介護とかが必要になった場合も、健吾が責任を持って何とかするって言っていたので、弟への感謝の気持ちを込めて仕送りをしていたんです。ちょっと待ってよ。ニートのあんたがどうしてそんなにたくさん仕送りできるのよ。ここまで話してもいまだに私をニート呼ばわりするまなみさんに、私は呆れ果てて思わず苦笑してしまった。ですから私は仕事をしています。ニートではありません。コンサルタントとして独立していて、基本在宅で働いているんです。年収はだいたい3000万くらいですね。健吾のために仕送りをしていましたが、縁を切られてしまったので仕送りをやめたんです。まなみさんから言い出したことですし、別に問題ないですよね。では私はそろそろこの辺で失礼しますね。私がそう言うと、まなみさんはあることに気がついた様子で声を荒げた。ちょっと待ってよ。部屋の中が空っぽじゃない。まさか本当に私たちと縁を切ってどこかに引っ越すつもり？もう引っ越しは済んでますよ。今日は管理会社の立ち会いのために来たんです。私がそう告げると、まなみさんは発狂し、涙目で訴えてきた。ねえ、今までのことは謝るから、お願いだから考え直してよ。あんたが今まで通り仕送りをしてくれれば、私たちは夢のマイホームが建てられるの。もしこのまま絶縁なんてことになったら、私とっても困るのよ。だから過去は水に流して、これからは仲良くしましょう。かわいい妹のお願い聞いてくれるよね。目を潤ませながら必死で私を見つめる彼女に対して、
私は心の底から嫌気がさし、冷めた目をしながらまなみさんを見据えて言い放った。私には両親も弟も妹もいないわ。だって縁を切られたんだもの。あなたが言い出したことでしょ。新居の住所は教えないし、これからも教えるつもりはないから、このまま縁を切りましょう。私が言い終えて、玄関の鍵をかけエレベーターに向かって歩き出すと、まなみさんは慌てて私の後ろを追い食らいついてきた。ねえ、待ってってば。私、あんたがお金持ちだなんて知らなかったの。このままだとマイホームが建てられないだけでなく、義実家で同居させられるらしいのよ。健吾ったら今住んでるマンションを解約しちゃったの。お願いだから助けてよ。今まで通りでいいんだから。私は号泣しているまなみさんを無視してタクシーに乗り込むと、その場からさっそうと立ち去った。その後、結局健吾とまなみさんは実家で同居を始めたそうだ。まなみさんは嫌がってかなり抵抗したが押し切られたらしい。私が仕送りを打ち切ったため、両親は困窮していて、健吾も一緒になってお前のせいだとまなみさんを激しく責め立ててるようだ。まなみさんは何かトラブルが起こるたびに私に連絡してくるので呆れ返っていた。絶縁の意味わかってます？私が尋ねると、まなみさんは、そんなこと言わないで。お願いだから助けてよ。と泣きながら愚痴をこぼしてきた。仕送りを打ち切られた両親は生活レベルを落とせず、今度は健吾夫婦にたかっていると聞いた。会社は相変わらず苦しい経営状態が続き、先月ついに倒産したそうだ。かなりの額の負債を抱えてしまい、実家を売却しても返済できなかったと言っていた。今は両親と健吾夫婦で築50年超えの木造アパートで爪に火を灯すような生活をしているらしい。私は夫と2人、新居で穏やかに暮らしていた。新居は以前住んでいたところと違い、管理人が常駐しているセキュリティ対策が万全な高階層のマンションだ。仕送りをやめた分、ゆとりができたので、思い切って引っ越しを決めたのだ。ある日、私はスマホを新調しようと夫と一緒に携帯ショップを訪れていた。いい加減まなみさんの相手をするのも疲れていたので、電話番号ごと変えるつもりだ。幸い仕事用とプライベート用でスマホを使い分けていたので、私に迷いはなかった。ワクワクした気分で店内を見回すと、1台のスマホに目が留まった。夫が使っているものと同じスマホだ。最新の機種ではないが、必要最低限の機能は備えていて、シンプルで使いやすそうだ。私は店員さんに声をかけ、在庫を確認してもらい、購入手続きをした。夫とお揃いのスマホに私の胸は高鳴った。